スケルトンな感じの。代官山ソチェレステ日本橋店の、料理長の菊池と申します。本日はイタリア料理でも代表的なサラダのカプレーゼを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。で、まず早速ここでポイントなのですが、カプレーゼっていう料理の定義はトマトとモッツァレラチーズとバジル、この3種類が入るんですけれども、今回はちょっと特別な日にこのカプレーゼのサラダを、見栄えよくしてもらうためにトマトの要素をもう一つプラスして、トマトのクリアなゼリーですね、こちらを作っていきたいと思います。でまずトマトのヘタを取ってもらって、これをミキサーで回していきます。で大きく切ったトマトをミキサーの中に入れてもらって、ここに、浸透圧をかけるために塩を少しと、酸味を補うためにホワイトバルサミコを入れていきます。でポイントなのですが、ここであんまり回しすぎないことが、ポイントです。あんまり回しすぎて粒子を細かくしてしまうと、裏ごしした時にトマトの色素も一緒に出てしまうので、軽くミキサーで攪拌してください。でここにちょっと爽やかなバジルの香りをつけるためにバジルを入れて、ここにトマトのピューレを注ぎます。でこれでトマトが 500g で、その後裏ごししてできるエキスが約 400g になります。でそれで抽出約2時間ぐらいですかね、裏ごしして出てきたエキスがこちらになります。でこれをあらかじめふやかしたゼラチンを、溶かしていこうと思います。でここで湯煎に当てながら、水でふやかしたゼラチンを溶かしていきます。あんまりこう湯煎に当てながらゼラチンを高温にしてしまうとゼラチンの効果が薄れてしまうので、だいたい50度から60度ぐらいまで上げたら一回火から外して、ここに先ほどの、トマトのエキスを少し加えて伸ばしていきます。でここでポイントですが、泡立て器などでこう混ぜてしまうと気泡が入って固まった時にその気泡も一緒に表面に残ってしまいますので、なるべく空気を含ませないようにゼラチンを溶かしていってください。でこれで氷に当てて少し温度を下げていきます。で氷に当てながら少しずつこうゆっくり混ぜていきながら、ゼラチンの効果が出てきたら、あらかじめラップを敷いたバットに流していきます。
でこれで、一度ラップをして冷蔵庫で2時間冷やしていきます。はい、トマトのエキスを冷蔵庫で2時間寝かしたものがこちらになります。では盛り付けていきます。今回は、モッツァレラなんですけれども、牛乳で作ったモッツァレラと、水牛の乳で作ったモッツァレラがあるんですけど、水牛の方が味わいがとても濃厚なので今回はそちらを使ってます。素材を味わう料理なので、もう大胆にトマトと同じぐらいの大きさにモッツァレラをカットしていきます。でこれの水分をしっかりとってこれをお皿の真ん中に持っていきます。ただ次に、トマトです。トマトもいろんなトマトが、スーパーでも出回ってるんですけど、今回はちょっと彩りよくカラフルなプチトマトをご用意しました。これもとても個性が豊かで、もう色も違えば味も全然違うので、それも、楽しんでいただければと思います。でこれは、半分ぐらいの大きさにカットしていきます。でこれを、彩りよくお皿に盛り付けていきます。もうトマトの色がこれだけ入るので、お皿の上もかなり賑やかになってきます。でここに、先ほど冷蔵庫で固めたジュレをですねカットしていくんですけど、ここで、ラップでもいいんですけど、ちょっと上にフィルムを貼っていただいて、これをまな板の上でカットしていきます。これだけ透明なので、今盛り付けた、トマトとモッツァレラが透き通って見えますので、見た目も面白いかと思います。ちょっとお皿に合わせてカットしていきます。バジルも、この上に乗せていきます。でブッファラーのモッツァレラは塩分もしっかりあるので、ここでトマトに塩をしなくても十分食べれると思います。もし牛乳を使ったモッツァレラを使うのであれば、少し塩で、味を補った方がいいと思います。それでは乗せていきます。こうスケルトンな感じのサラダが出来上がりました。で仕上げに上からオリーブオイルとちょっと黒胡椒、
完成です。もう食べるときはもうゼリーがそこまでこう硬くないので、一緒に口に運んでいただいて、トマトこれだけしかいないと思うんですけど、このジュレを一緒に食べるとトマトのパンチ力がすごいです。でこれから夏に向けてトマトが美味しくなってくるので、その時期に作っていただくのもいいかなと思います。完成しました。ぜひ作ってみてください。